はい、次はですね、この最初の枝が引けたので、次に子供の枝を描くところからやってみましょうか。そしたら、トゥリークラスの中に行って、関数を新しく作ります。def の make child branch にしましょうか。という関数を新しく作ります。で、ここで、ここでまず親のブランチを引数としてもらいましょうか。これでなので、ここでセルフのmake child branch 関数を読んで、その引数にここで作った、一番最初に作った、ブランチインスタンスを渡します。これでいいですかね。それで、最終的には、まずは、この左の枝と右の枝を描かなきゃいけないんですけど、まずはちょっと左の枝からいきましょうか。ブランチとライトブランチを描かなきゃいけないんですけど、まずは左の枝からいきましょうかね。それで、今、この親の枝から、何度傾けるかっていうのが重要なので、まずはこの親の枝のベクトルを取っていきましょう。皆さんベクトル高校時代習ったと思うんですけど、コンピュータプログラムをやるときには、ベクトルと行列、あるいは三角関数なんかは非常に頻繁に出てくるので、高校の時に習った、線形代数ですね。その辺の復習も兼ねて少しやっていきましょうか。それで、まずは親の枝のベクトルを取りたいので、それをベクという変数に入れます。で、ライノにはベクトルの結構便利な関数がたくさんあって、まず2つの親の枝には支点と終点がありましたので、その支点と終点を使って親の枝のベクトルを取っていきましょう。で、支点と終点、2つありますので、ベクトルの引き算ですね。これですね。サブトラクトで、引数にベクトル2つ与えればいいので、親のブランチ、親の枝のスタート P、ごめんなさい。エンド PT、終点からスタート PT、視点を引くと、こういうベクトルができると思います。で、そのベクトルを今度、長さがこの1800の長さを持っているので、これを正規化しておきましょう。なので、同じくベクトルに、ベクトルという変数に入れるんですけど、正規化する関数はベクターユーティライズかな。ユニタイズですね。ごめんなさい。ベクトルユニタイズという関数がありますので、先ほど作ったこのベクをまた、このユニタイズ関数に通して、同じくこれ別に引数名変えてもいいんですけど、また右辺で作ったベクトルを、左辺の変数に、入れ込むので、同じ変数名でも同じことですね。これで、長さが1の方向ベクトルが求まったということですね。で、こ
こいつに、今度は、長さを与えたいんですけど、親の枝の長さをちょっと拾っていきましょうか。ディスタンスで、rs のディスタンス関数っていうのがあります。で、これも2点を与えると、その距離を測ってくれる便利な関数なので、これも親の終点と支点ですね。これを2つ与えてあげると、親の枝のディスタンスが取れます。これに、あるスケールを与えたいんですけど、今、スケールは、ランダムな値にしたいので、ランダムライブラリをインポートしましょう。インポートランダムですね。そうすると、ランダムでユニフォームという関数がありますので、ランダムライブラリの中にユニフォームという関数がありますので、これを選びます。でこれはどういう関数かというと、引数を2つ与えるんですけど、この引数の中でランダム値を発生してくれます、自動的に。でそのランダム値は不動小数点のランダム値を返してくれます。なので、ユニフォームだから、0.8 ぐらいかな。0.8 倍から例えば 0.9 倍くらいの値で、ランダム値を発生させてもらうと。つまり、ここで親のベクトルですね。この枝のベクトルができて、このユニタイズで方向ベクトル、長さ1のこの上向きのベクトルが出るわけですね。で、21行目でこのディスタンス、親の枝の長さを測っていて、で22行目でそれを何倍するかっていうスケールをランダム値で発生させています。なので、子供のこの今、ベクトル、左の枝の今から長さを設定したいんですけど、長さを設定するときは、まず上方向に、長い枝を作った後、ある角度で傾けたいというふうに思います。なので、まずは上方向に、親のベクトルの方向ベクトルと同じ向きで、つまり垂直に、Y 軸方向に、Y 軸プラス方向に枝を伸ばしたいわけですね。そうすると、ベクトルに、RS に、ベクタースケールですね、今度は。ベクタースケールがあって、ここで求めた単位ベクトルを今度何倍かしたいんですけど、そのスケールですね。親のディスタンスに子供のスケールをかけた分だけ単位ベクトルをスケールしたいということなので、これで、上にベクトルが伸びたということですね。で、今度は、上に伸びた枝をある角度で傾けたいんですけど、その傾きをここではアングルという変数にしときましょう。で、これもランダム関数でユニフォームで与えて、この親の方向ベクトルから、Z 軸を中心に、何度曲がるかっていうことですね。で、Z 軸は画面手前方向がプラスなので、右手座標系だから、右手の親指を突き出して、残りの4本の指を丸めたときに、親指の向きを画面手前方向に向けると、残りの4つの
指が曲がっている方向が、プラスの角度になります。なので、今、この左の枝はプラス方向に何度か曲がってほしいわけですね。で、このアングルは、例えば、じゃあ10度から、45度くらいに今仮にしときましょうか。くらい、親のベクトルの方向ベクトルから、プラス方向に10度から45度くらいの角度で曲がってほしいということですね。で、ここで求めた、ベクトルをこのアングルで回転させたいときに、ベクターロテイトっていうのがあります。でこれはベクトルを与えた角度で回転させるんですけど、その時に回転軸も一緒に与えてあげます。でまず回転させるベクトルはここで、長さ方向に伸ばしたベクトルですね。つまり、親の方向ベクトルを親の枝の長さかけるスケール分だけこう伸ばしておいて、このベクトルをこっち向きに傾けたいということですね。で、なので、このベクトルをアングルの分だけ傾けて、で、何を軸に傾けるかというと Z 軸なので、0、0、1の軸を中心に傾けるということですね。これで子供の枝のベクトルができたと。なので、子供のスタートポイントは、親のエンドポイントですよね。で、子供のエンドポイントは、今ここで求めたベクトルと、親のエンドポイントを足したものなので、ベクトルアットにしといて、親のエンドポイントと、ここで求めたベクトルを足したものが、子供のエンドポイントになるということです。で、子供のスタートポイントとエンドポイントがここで求まったので、ようやく子供のブランチをインスタンス化することができて、ここでニュースタートポイントとニューエンドポイントを引数で渡して、で、それでできたインスタンスをセルフブランチ図の中にアペンドすると。いうことですね。これで、このブランチ図の中に、最初の枝だけじゃなくて、このレフトブランチですね。左側に傾けた、このブランチも格納されたので、これで一回回してみましょうか。さっき書いた枝は消しといて、メイン Python に戻って、リセットして、tree の中の19行目。tree の19行目で rs。ここでも、ライノスクリプトシンタックスをインポートまだしてないですね。はい。そうすると、最初の親の枝から、角度、ランダム、10度から45度ですね。に傾けたものがここに枝になったということですね。なので、例えば、今ここ、ランダム値で、やりましたけど、そっか、これもう一回、
やると、ここの角度が変わりますね。ランダム値になっているので、10度から45度までで、こういうふうに角度が変わっていると。あと長さもスケール 0.8 から 0.9 までで、この親の枝よりも短くなっているというふうに、ちゃんと出ていると思います。これで左の枝が描けましたね。で、今度は、じゃあ右の枝を描きましょう。これぐっとコピペしてきて、ライトブランチの下にペーストします。で、右の枝も基本的にはこの辺同じで、違うところは、この角度ですね。この角度はさっき、Z 軸周りに、こっちが、プラスアングルですね。で、こっちがマイナスアングルなので、右の枝はマイナスになります。なので、ここをマイナスにしときましょうか。ちょっとわかりにくいですけど、これをマイナスにしとくと。そうすると、マイナス方向に10度から45。だから、マイナス10度からマイナス45度まで傾くということですね。それで、ここのスケールも、左の枝と右の枝、別々にランダム値を発生させてますので、長さも右の枝と左の枝、少し微妙にランダム値によって異なる長さになると思います。で、アングルもここ別々にランダム値を発生させてますので、親のこの方向ベクトルに対してプラス方向にランダムアングル、マイナス方向にランダムアングル傾くと思います。で、これで、支点と終点、右の枝も求まりますので、右の枝もインスタンス化して、このブランチーズ、ここで定義したブランチーズの中にアペンドしておくということですね。で、これで右の枝も描かれると思います。やってみましょうか。メイン Python に戻って、おっと、これは左の枝の上にできてるな。これはなぜかというと、そうか。この引数で与えられたブランチが、ここで書き換わっちゃってるんですね。すいません。なので、この親のブランチのことをここでブランチという変数の中に格納してるんですけど、子供のブランチで同じ変数名を使っちゃってて書き換わってますね。なので、これを、チャイルドブランチのL にしておきましょうか。で、この新しく作ったブランチをこのブランチーズの中に格納すると。なので、ここでも同じように、今度はチャイルドブランチの R にしておきましょうかね。で、これをこのブランチーズの中に格納するということですね。で、これで、変数名のバッティングがなくなったと思うので、うまくいくと思います。はい。左と右の枝がちゃんと描かれますよね。これ仮にじゃあ何回かやってみましょうか。はい。はい。こういうふうに、その都度ランダム値になって角度と長さが変わるというのがわかるかと思います。